今までで一番システム手帳サロンを楽しんでいます。ブンブン川川文川です。今年2度目のシステム手帳サロンに行ってきました。今日はですね、10月13日に開催されたノックスプロッターデーのね、イベントに参加するべく、今回システム手帳サロンにもう一度行ってきました。ノックスプロッターデーで行われたカスタマイズをするためのレザーバインダーを購入したので、そちらの紹介、それからカスタマイズしたレザーバインダー、どんな風になったのかっていうのを紹介したいと思います。よければ最後までご視聴ください。ということで、システム手帳サロンで2冊目のレザーバインダーを購入してみました。開けていきます。今回ですね、細長い感じの箱になっております。ノックスプロッターデーで体験できたことについては、事前のね、動画、今年はノックスプロッターデー、実質プロッターデーだよ的な感じの動画アップしているので、そちらをね、見ていただければと思います。今回ですね、2種類のカスタマイズイベントが用意されていたんですけれども、私はそのうちの一つの方を体験してきました。では、まずね、開けていきます。じゃん。まだ見えません。この辺にうっすら見えるかな。いきますね。細長い子をね、お迎えしてきたわけなんですけれども、3、2、1、オープン、じゃん。じゃじゃん。長財布ではありませんよ。こちら、プロッターでございます。めちゃくちゃね、細長いレザーバインダーを久しぶりにお迎えしてきました。こちらですね、プロッターのホワイトベールのブラック、ナローサイズをお迎えしてきました。いやー、かっこいい。めっちゃかっこいい。今回ホワイトベールはブラック、フューシャ、トープの3色出ておりまして、ブラックがかっこいい、フューシャがかわいい、トープが中間っていうね、そんな感じの3色だったんですけれども、今回はですね、イケメンのブラックさんを連れてまいりました。しかもなろう、シャキンっていうね、感じの佇まいの子を連れて帰りました。うわー、かっこいい。めっちゃかっこいい。ね、ここのね、この子を選ぶのにね、めちゃくちゃ時間かかりました。まずね、フューシャにするか、ブラックにするか、ナローにするか、ミニロクにするか、とかね、ずっと悩んでました。選ぶのにね、午前中使ったっていう感じ。今期2度目のシステム手帳サロンなのにね、もう全然決まんない。このナローをお迎えするにあたってね、もう午前中ずっと悩んでました。決められない。もうそれだけね、個体差っていうのかな、この表情の違いがあったりとか、いろいろと見ていて楽しい。甲乙つけがたいし、どうしようみたいなね。結構ね、一冊に絞るっていうのがね、大変でした。とにかく悩みまくりで決められないっていう、そんな感じで大苦戦しておりました。最初ね、フューシャにするか、トープにするか、でも迷ったんですけれども、ちょうどね、案内の店員さんがですね、ブラック推しだったんですよ。だからね、ブラックっていうのにも惹かれたし、ブラック推しの店員さんが、この皮の表面をね、ティッシュでこすってみたんですっていう、それを見せてくださったんですよ。それがね、めちゃくちゃ素敵だったんですよ。だから、なんか、フューシャに気持ちが行きつつも、うわ、ブラックいいなーみたいなね、この揺れ動きがずっとありました。どちらかというとブラックよりもフューシャの方が個体差は強い。でもこすった感じのブラック見せられちゃうとブラックいいなぁ、みたいなね、終始そんなことをしておりました。今回ノックスデーに行ったのはですね、この金具を取り付けたかったんですよ。コーナー金具。で、このコーナー金具を取り付けるのにどの子がいいかなっていう感じで選んだわけで、じゃあ実際にコーナー金具の方を見に行って、コーナー金具の方を見に行って、何色の金具がどれに合うか。ね。それを考えてから決めようって思って、そっちに行ったらそっちではまたそっちで素敵な色ばっかりだし、決まらないとかね。めっちゃ悩みました。ね。めっちゃ悩んだ挙句この子にしたんですけれども、決め手はですね、ここです。これはね、使っていくうちに消えちゃうと思うんですけれども、余白さんっていう作家さんいらっしゃるじゃないですか。マステとかハンコとか、ね、販売されている作家さんいらっしゃると思うんですけれども、なんか余白さんの雰囲気を感じるな、ここって思ったんですよ。伝わる人には伝わると思うんですよね。めっちゃね、素敵。
ホワイトベールって摩擦が加わることで簡単にね、このホワイトワックスが取れちゃうんですよ。このトープさんとかもね、もう結構取れ始めてきてるんですよ。まだ本格的に使ってないんですけれども、箱から出して眺めて戻してとかってしているだけでこれぐらい取れちゃうんですよ。取れちゃうんですけれども、なんかこのね、余白さんっぽいテイストの感じで取れてるのってあんまりなかったんですよ。このトープさん見てもらうと結構こう太めの線とかね、こうニュルンってした感じとかで取れてるところとか、あとはこういうカサカサカサっていうね、こういうところとか、こういうのはね、あるんですけれども、なんかこういう感じでワックス取れてるのあんまり見ないな。なんかいいなって思ってね、この子にしました。いやー、決めるのにね、悩みましたよ。悩みまくりました。会場でね、つむじんさんと遭遇したんですけれども、つむじんさんにもね、どれがいいかな、フィーシャがいいかな、ブラックがいいかな、とかね、ずっと言ってたんですけれども、この余白さんっぽい感じのにしてみました。いやー、もう満足。嬉しい。可愛いです。内側をね、まだお見せしてなかったのでね、内側ちょっとお見せしたいと思います。じゃじゃん。黒。本当に黒でしょ？めっちゃ真っ黒。シルクスクリームパキッと生えております。定番品は在庫がなくなり次第順次シルバーリングに入れ替わります。そして新しく出るモデル、限定で登場するレザーバインダーに関してはもうシルバーリングがついたモデルしか出ません。ということでね、シルバーリングがついているんですけれども、この黒々しいね、漆黒の黒と、ここのシルバーリングね、めっちゃ映えますよね。パキッとして。これがまたイケメンさをより引き立ててくれてるなーって。そんな感じです。超かっこいい。こんな感じ。やばくないですか？前回ですね、トープの開封動画出した時にですね、他のカラーの話とかもちょこっと入れたんですよ。その時にですね、私が見たブラックの印象は、とにかく内側が黒かったってね、伝えたんですよ。そしたらね、なんかその黒に反応してくださって、黒を購入してくださった方とかもいらっしゃるんですけれども、本当にね、黒いでしょ？めっちゃ黒いんですよ。こちらに並べたのがブライドルレザーのブラックです。で、ホワイトベールのブラックです。ブライドルさんのブラックはやっぱりね、真っ黒ではないので、ブライドルのブラックの内側ってね、こんな感じなんですよ。内側同士で比較してもね、やっぱり全然黒さ加減が違うっていうのがよくわかると思います。ちなみにホワイトベールのブラックの表、ブライドルさんの表側比較してみるとね、こんな感じです。ギャップすごくないですか？これですよ。これ。白からの黒。こんなに白いんですからね。ブライドルレザーも最初、ブルームとかがあって、ちょっと白っぽい感じだったりするわけですよ。ブライドルさんよりもがっつりホワイトなんですよね。いや、これがね、またいいですね。で、あと、ここら辺になんかちょっと虎っぽい感じの筋とかも見えてたりしますね。これも消えちゃうかもしんないけど、素敵。で、ブライドルのブラックとの黒さの違いっていうのはね、よくわかっていただけたかなと思います。じゃじゃん。なんか久しぶりに登場させますね。廃盤となってしまったホースヘアのグレーです。グレーと言いつつね、結構単品で見ると黒いんですけれども、この子と比較してみても、やっぱ黒なんですよね。真っ黒。真っ黒黒助です。次。お話ししてたリス仕様のブラックですね。リス仕様のブラックもちゃんと黒なんですけれども、リス仕様ブラックの皮の表面とホワイトベールの内側の黒、リス仕様ブラックの内側とホワイトベールのブラックの内側です。こんな感じです。ちょっとブランドまたぎになりますが、トラベラーズノートのブラックです。トラベラーズノートのブラックも結構黒いじゃないですか。内側見るとこんな感じです。ちょっとね、トラベラーズノートの内側はほわほわしているので、ちょっと質感の違いっていうのも感じるかもしれませんが、ブラックとブラックで見たときにね、また違う黒さを感じますね。意外とトラベラーズノートの方が黒いな。内側。黒って言ってもね、いろんな黒がありますね。しかし。ホワイトベールもこのワックスが取れたら、まずこの地肌の黒いところが見えて、で、ツヤが上がってくるので、どうしても内側ってマットじゃないですか。マットだけれども、ここにツヤが出てくるので、リス仕様ブラックとかに近づいてくるはずなんですよね。楽しみ。それからたまにね、ブラックと間違えられちゃうんですけど、こちらですね、プルアップレザーのネイビーですね。ネイビーと置いてみると、
やっぱりネイビーはネイビーなんですよね。置く場所がやっぱりそれぞれね違いますね。こんな感じです。色味の比較としては。店頭ではねまだ在庫切れてないのかな。オンラインだとブラックのナローって在庫切れちゃったと思うんですけれども、でオンラインでも他のサイズのブラックとかはねまだあるんじゃないかなと思われます。ブラック気になってるよっていう方はねぜひ参考にしていただければと思います。いやーかっこいい。時間をかけて選んだ甲斐がありました。いやー素晴らしい。ホワイトワックスがねかかった状態ですと一瞬ねトープと分かりにくい部分あるかもしれないんですが、こんな感じです。ちゃんとねそれぞれブラックとトープ色の違いっていうのはね出ております。トープの場合は一番ね色が薄め柔らかみのあるカラーだったので、ホワイトベールの表面、そしてこのコバ、そして内側と割とね自然なこう変化っていうのかな、なるほどねっていう感じだったんですけれども、ブラックはね色が濃いせいかこのコバのところ見た瞬間にねギャップが急に出ます。チラチラ見えてたと思うんですけど、ここですよね。ホワイトワックスがかかった状態からのこのコバもうここで黒。トップさんはねこうなんかふむふむふむっていう感じで見れるんですけれども、ブラックはねじゃじゃーん黒。すっごいギャップがある。面白いです。購入したレザーバインダーの紹介をしたんですけれども、今回のお目当てはノックスプロッターデーのコーナー金具取り付けカスタマイズです。ということで、このお迎えしたレザーバインダーにね、金具を取り付けていただきました。こちらコーナー金具取り付け前のレザーバインダーの様子です。今回ですね、購入したその日に金具取り付けてもらっているので、ゆっくりと開封撮影っていうのがね、できなかったんですよね。コーナー金具取り付け前のホワイトベールナローサイズのブラックをお届けしました。レザーバインダーの料金とは別にね、1100円かかる、そんなカスタマイズでした。で、コーナーですね。レザーバインダー4箇所コーナーがあります。すべて同じ色で統一するというね、決まりがありました。で、今回はですね、ブラックの金具を取り付けてもらっております。金具はですね、全部で4種類あって、マットブラック、マットシルバー、マットゴールド、ピンクゴールド。ね、4色あったんですけれども、ブラックにしました。今回、レザーバインダーのバックプレートがシルバーだし、このホワイトベールが結構白っぽいから、シルバーのコーナー金具をつけてもめっちゃ可愛いんですよ。すごくね、まとまりが良くて素敵なんですけれども、今はこのホワイトベールがかかってるから、素敵。まとまりがいいって思うんですけれども、そう、内側ね、見てもらうと、ブラックなんですよ。この子。ね、黒いんです。だからホワイトベールが取れて黒くなった時に馴染みがいいのはブラックだよねっていう、そういうことでブラックをチョイスしました。正直ね、ピンクゴールドとかも好きだからピンクゴールドもいいかなとか迷ったんですけれども、やっぱりね、無難さというのをね、選んでみました。せっかくね、黒でイケメンの子なので、やっぱりイケメンはイケメンのままでいさせてあげたい。そんな親心みたいな、そんな気持ちが芽生えまして、ブラックにしました。せっかくならちょっと遊んでみるっていうのも楽しいかな、いいかな、なんて思ったんですけれども、いや、イケメンはイケメンだ。イケメンのまま大切にしようというね、ことになりました。山口さんがね、やっぱブラックがいいと思うよって言ってくださったので、ブラックにすることができました。いやー、ありがとうございます。なんかね、金具がトレイの中にいっぱい入ってたんですけれども、動画撮ってたら、どれにするって、選んでいいですよって言ってね、選ばせてくれたんですよ。正直ね、このコーナー金具自体にね、個体差があるとはあんまり思ってなかったんですけれども、なんとなくこうね、適当に見て選んでたら、やっぱりね、それぞれ一個ずつ違いがあったんですよ。動画としてどこまでくっきり映せるかわかんないんですけれども、例えばね、ここのところちょっと点々みたいな感じで、黒なんだけれども、色のちょっとね、濃淡の差が出ているところとかあるじゃないですか。こういうね、個体差がありました。ここにつけてる金具とここにつけてる金具でね、また表情が違うわけですよ。こっちとね、こっちと。また
全然違うんですよ。内側もね、こんな感じ。こっちはこんな感じ。ね、ここにちょっとかすれがあるとか、いろいろとね、個体差があるんですよ。よーく見ると。上から見るとこんな感じ。そんな感じでね、なんか金具選び一つにとってもね、楽しかったです。私が金具取り付けするときですね、ちょうど視聴者さんとかね、いろいろと見守り隊の方がいらっしゃって、で、ちょうど私含めて4人だったんですよ。なので、1個私が選んで、残り3つをですね、見守り隊の方々にね、1箇所ずつ選んでもらいました。多少こう傷とかね、そういうのが、ありがとうございます。じゃあちょっとお持ちください。どこにつけるか。はい。はい。どこにどれを入れるかはい。を会議だな。会議してください。いい。そんな感じでね、ちょっと楽しませていただきました。こういうのもね、やっぱりイベントに直接行ったからこそ味わえるね、楽しさの一つかなと思います。いや、私ね、優柔不断なので悩むんですよ。スパッて決められる時もあるんですけれども、悩む時は悩んじゃうので、皆さんにね、一箇所ずつ選んでもらえてよかったです。今何も入れてないので、やっぱり、この、レザーバインダーの端っこと端っこが当たるので、こう、カチカチしたりはしますね。そのうち慣れるでしょう。この辺はまたね、使ってみてレビューできればいいなと思います。こんな感じですね。トープにブラックもね、またかっこいいです。当然ですけれども、金具ね、ぐっと押し込んでるので、潰してるわけですよね。潰してるから、ちょっとスマートになっているんですけれども、元の金具はね、もうちょっと太めなんですよ。で、ちょっとね、今、こんな感じで、隙間っていうのかな、盛り上がりとかはあるんですけれども、意外とね、取れないらしいです。引っ張ったりしちゃったら取れちゃうかもっていう風なね、お話はしてたんですけれども、取れちゃっても、糸屋さん経由で修理出せば大丈夫ですって言ってもらっているので、その辺もね、安心かなと思ってます。今のところしっかりついてます。いやー、かっこいい。イケメンをね、連れ帰れたので本当に嬉しいです。みんなアイドル写真とか見てイケメンに癒されたりすると思うんですけど、私のイケメンは今この子かな。めっちゃ癒されるな。ね、で、余白さんもあるから。ね、この子のこと余白さんって呼ぼうかな。ここがなくなった時に余白さんって呼んでいいかわかんないけれども、でも、なんかね、今余白さんって呼びたいから、余白さんって名前つけちゃおうかな。そんな風にね、思ってます。トープの時とはね、また違うかすれ具合っていうのかな。こういうのもね、楽しめますしね。いやー、楽しんでいこうと思います。楽しんでね、使っていけたらいいなと思います。本体の種類の多さとか、そういうのを抜きにしたら、ナローサイズのサイズ感すごく好きなんだよね。スタイリッシュでかっこいいし好きなんだよねって言ってたんですけれども、ね、まだ本体はね、そんなに持ってなかったんですよね。リス仕様のワインしか持ってなかったんですよ。なので2冊目のナローサイズになります。ナローサイズの限定はレアですしね。ナローサイズをね、こう限定で出してくれるっていうのもね、嬉しいですしね。ようやくナローサイズの限定レザーバインダーというものを手にすることができました。いやー嬉しいです。ナローサイズって長財布と同じサイズ感なんです。だからやっぱりこうやってね、横にすると一気にね、長財布感が出ますよね。こういうね、私のようなそこまで手の大きくない人、ここからここまでだいたい15センチぐらいの幅しかないんですけれども、そんな人でもね、片手でキャッチできますからね。いいサイズ感ですよ。来年からほぼ日ウィークス使う予定ですし、もっとナローサイズ普及してくれるといいなっていうね、そんな思いもあるので、ナローサイズの使い方とかね、いろいろとまた研究してみたいと思います。プロッターさんね、結構ね、たくさん作ってくださってるっぽいんですよ、レザーバインダー。だから、システム手帳サロンが終わった後に、いつも、いろんな糸屋さんに、レザーバインダー本体がね、渡ったりするんですけれども、そういうのを見越して、たくさん作ってくれてるような気がしますね。なので、ね、会場遠くて行けないよっていう方とかもね、ホワイトベールさんをね、手に取れる機会があるといいなと思っております。ということで今回は、システム手帳サロン、ホワイトベールのナロー、コーナー金具の取り付けカスタマイズについていろいろとお話ししてみました。今回ね、コーナー金具の
カスタマイズできなかった方もまた機会があるといいなと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。